こんにちは。インドカレー主婦です。まずはビニール袋にマリネ液を作っていきます。最初に加えるのはプレーンヨーグルト大さじ3。鶏肉を柔らかくする効果があり、マリネには欠かせません。次に油、おろしにんにく、おろし生姜を各大さじ1加えます。続いて塩小さじ1、ターメリックパウダー小さじ4分の1、マイルドな辛みと鮮やかな自然な赤色を出すためにベギーミルチ小さじ1を加えます。今回はより鮮やかな色に仕上げるためにパプリカパウダー小さじ1も加えます。ですが、実際にパプリカパウダーはインドの家庭料理ではほとんど使われず、実は私も動画のために買いました。お持ちでない場合は味に大きな影響はないので省略していただいて OK です。続いて、クミンパウダー小さじ1、ガラムマサラ小さじ2分の1、カスリメティ大さじ2を手で揉み、細かくしながら加えます。マリネ液に加えるスパイスは以上です。鶏肉を加える前にビニール袋をよく揉んで、マリネ液全体を均一によく混ぜましょう。よく混ざったら、皮を取り除き一口大にカットした鶏もも肉約 450g を加えます。手羽元でも胸肉でもお好みのパーツでどうぞ。鶏肉全体にマリネ液がしっかり混ざるよう、再度ビニール袋をよく揉んで混ぜ、1時間ほど冷蔵庫で寝かせます。可能でしたら、より味が鶏肉に染みますので一晩漬け込むのがおすすめです。続いて、グレービーを作ります。フライパンに油大さじ2を入れます。油が温まったら、ベイリーフ2枚、ブラックカルダモン1つ、シナモン2、3かけ、クローブ5個、グリーンカルダモン2個を加え、やや弱火にして炒めます。30秒から1分ほど炒めてスパイスの香りがしてきたら、みじん切りした玉ねぎを加えます。今回は水っぽくない、こってりしたグレービーにしたいので、特大の玉ねぎ1つを使っています。いつもより玉ねぎ多めです。そして、炒めた後にブレンダーを使ってグレービーをペースト状にするので大まかなみじん切りで大丈夫です。玉ねぎの水分があるので、ある程度放置して炒め、たまにかき混ぜます。まずは玉ねぎが透き通ってくるのを目指し、それまで強めの中火で炒め続けます。玉ねぎが透き通ってきたら、みじん切りしたニンニク4個とスライス切りした青唐辛子2本を加えて、さらに炒めます。玉ねぎがしっかり炒まると、一度油を吸った玉ねぎからまた油がフライパンに戻ってくるので、それが次の工程に進むサインです。玉ねぎを加えてから約12分経過しました。次にカットトマト缶大さじ4を加えて炒めます。トマトを加えてから約5分経過しています。しっかりトマトが崩れ、粘度が出て全体がひとまとまりになってきたところで、カシューナッツ15粒を加えます。濃厚でコクを出したい時に、カシューナッツ、もしくはフレッシュクリームを使用しています。フレッシュクリームを使用する際は、最後の煮込み時に加えてくださいね。1分炒めたら、パウダースパイスを加えます。ターメリックパウダー小さじ4分の1。コリアンダーパウダー小さじ2、レッドチリパウダー小さじ1、チキンカレーマサラ小さじ2、そして塩小さじ4分の3を加えて炒めます。パウダースパイスを加えると鍋肌に張り付きやすいので、水を少々加えながら炒めます。水少量を加えて炒めるを 3,4 回繰り返したら、別の容器に移し、粗熱が取れたらブレンダーでペーストにします。ベイリーフなどのホールスパイスも一緒にペーストにしますよ。次は、同じフライパンを使い、マリネしてスパイスを染み込ませた鶏肉を焼きます。油大さじ2を入れ、ここでワンポイント。フライパンに一つ一つ鶏肉を並べて焼きます。マリネ液ごと全部一度に入れた方が調理は簡単ですが、美味しそうな焦げ目をつけるには余分なマリネ液は今は加えません。チキンティッカマサラは名前の通り、串に刺して焼かれたチキンティッカをカレーのグレービーで煮込んだイギリス発祥のカレーだそうです。
そのチキンティッカの焦げ目をフライパンで再現したいので、動かさず片面約5分ずつ中火で焼いていきます。その間に、ステップ2で作ったグレービーの素をブレンダーでペースト状にしておきます。5分経ち焦げ目がついてきたので、裏返します。裏面も約5分経つと鶏肉の中まで火が通っていると思います。裏面にも焦げ目がついていることを確認したら、一度フライパンから別の容器に移します。最後のステップです。完成まであともう少しです。フライパンに残った油やマリネ液は旨味になるので、フライパンは洗わずそのまま使います。弱火でグレービーを炒めていくと、フライパンに張り付いた残りもきれいにグレービーと馴染んでくれるので大丈夫ですよ。ボウルに残ったグレービーも水でゆすいで余すことなく使います。そしてビニール袋の中に残ったマリネ液もここへ加えます。弱火で全体をよく混ぜ、水 100cc ほど加え、炒めるような気持ちで7から8分煮詰めていきます。煮詰めていくと明るい色だったグレービーが色濃くなってきます。そうしたら、ステップ3で作った鶏肉をグレービーの中へ戻します。そしてバターを加えます。今回私は 8g にカットされた有塩バターを使用していますが、お好みで量を増やしたり、ギーでも大丈夫です。風味とまろやかさが追加されます。弱火のまま、全体を優しく混ぜながらあと 3-4 分煮込めば、チキンティッカマサラの完成です。音声はここまでになります。最後の美味しい瞬間は映像でお楽しみください。ありがとうございました。